こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。今回は学校法人神戸学園さんの特別講義で添削させていただいた内容です。モカさん、中学生の作品ですね。斉藤先生、こんにちは。私は以前から気まぐれ添削を見ていて参加してみたいと思っていたので添削に応募させていただきました。私はかっこいい男性のキャラクターイラストを描くのが好きで、このイラストに自分なりにかっこいいなと思えて自分が好きな要素を詰めました。特に3つに力を入れました。グラフィティのデザイン、スプレー缶の質感、キャラクターの顔、キャラ、服のデザインです。先生に特に添削していただきたい部分は質感の表現、雰囲気に合った光の当て方、演出方法、ストーリーに合わせたキャラクターのポーズです。気になるところは全て添削していただけたらなと思います。長くなってしまいましたが、斉藤先生のイラストの色使いや線が大好きです。これからも応援しています。改めて添削お願いしますとのことです。はい、まずですね、この絵を見た時にもう中学生とはとても思えないぐらいディレクション能力がある人だなと思いました。絵が上手いっていうのももちろんあるんですけど、それよりも光っているのがディレクション、方向付けの能力です。というのはですね、自分が描きたいこと、かっこいい方向性がすごく明確で、しかもそのかっこよさの表現の仕方がめっちゃね独特なんですよね、この作品。分かりやすく解説すると、普通ね、かっこいいを表現すると絶対にキャラクター自身にそのかっこよさを持たせようとするものなんです。例えばね、めちゃめちゃ格闘技が強いキャラクターだとしたら、筋肉もりもりにしてで相手を威嚇するようなポーズを決めようとするじゃないですか。でもね、この作品実はそうしていません。むしろね、あえてポージングを控えめにしておきながら、でもこの男の子の内面のパッション、熱さをですね、別のところで表現しているすごい作品なんです。ちょっとね、もう中学生とは思えないぐらいあまりにすごいので、全部ここで語っちゃうと添削する前がすごく長くなってしまうので、一旦添削を進めながらこの作品がなぜすごいのか、そして作者さんが持っているそのディレクション能力をどうやったら伸ばしていけるのか、添削を通して語っていきたいと思います。ディレクション能力ってね、特に AI 時代が到来した後、これはね特に必要になる能力だと思うので、将来ね AI が発達したら不安だなと思う人もぜひこの動画をチェックしていただけると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。まずね、もう核心部分から迫っていこうと思うんですが、これね、もしかしたら本人も気づいていないのかもしれません。なぜこんなにも僕がこの絵を褒めるのか、それはこの作品の主役が実は人物ではなくて背景、これね、後ろの壁の部分、この背景だからです。そんなことないでしょ、どう見ても人物が主役じゃんって思うかもしれませんが、いえいえ、ヒントはですね、人物がおとなしいポーズをとっていること、それに対比して背景に荒々しいタッチのグラフィティアートが描かれているっていうね、この部分です。この対比がですね、ものすごく秀逸なんですね。ですがちょっとそこが分かりづらいので、もうちょっと対比を分かりやすくしていくことで、もっとこの作品の素晴らしさが伝わりやすくなると思います。やってみましょう。はい、室外機をちょっと横にずらして、で自動販売機がもう少し見えるようにしました。あとね、すごく細かいんですが、このパイプの角度も垂直に近い角度に変更しました。はい、なぜこんなことをしたのでしょうか。ここで分かっちゃう人はめっちゃディレクションの才能があると思います。続きやっていきましょう。はい、次はですね、ゴミ箱とトタン屋根の切れ端みたいなものを追加しました。はい、さっきから僕なんでこんなことしているのかわかるでしょうか。2つ目のヒントはですね、今描いたモチーフの画面に対しての角度を考えてみてください。全部ね、画面に対して水平垂直じゃないですか。はい、今描いたやつと後ろのグラフィティアートの関係性を考えてみると、はい、これで分かった人はいるかもしれませんね。さらに進めていきます。でね、ちょっと画面が整いすぎちゃったなと思ったら、こんなのを1本追加してもいいかもしれません。
はい、電柱にくっついている獅子線っていうのかな、あれの黄色いカバーですね。これはですね、今描いてきた水平垂直だけだとちょっと退屈になりすぎたので、斜めの線を追加したのと、あとね、背景のグラフィティをこんな風にね囲いたかったので追加しました。はい、でですね、じゃあなんで今描いてきたモチーフをあえて僕が追加したのか、ここで解説します。この作品なんで僕が素晴らしいって言ったのかっていうと、この男の子が内側に秘めている情熱、ファッションをこの子自身ではなくて背景のグラフィティによって代弁させているっていう構造になっているからなんです。だって皆さんこれを見てください。この背景がねなくて、この男の子だけが突っ立っている姿、別にねなんかかっこいいポーズしているかって言ったら、そんなことないんですよ。ほとんど棒立ちでアンパン食べているだけです。普通にね冷めたやつっていう印象かもしれません、ポージングだけ見たら。でもね、後ろの落書きを合わせて見てみましょう。そうすると、こんな棒立ちで無表情のやつがこんな荒々しくてカラフルで人の心を揺さぶるような絵を描き上げたのか、ギャップがすげえってなりますよね。そうなんです。キャラクターが持っている荒々しさ、熱い気持ちをあえてキャラクターには持たせずに後ろの背景で代弁させちゃう。それをね、もしかしたらはっきりとはモカさんご自分で認識できていないのかもしれませんが、自然をそれとやってのける天性のディレクション能力、これがねもう素晴らしい。はい、ベタ褒めです。ただ多分ね、今言ったことをご本人も自覚なくやっているので、少々荒が目立ちます。例えば僕が今足したこの自販機とかゴミ箱、これはですね特に自販機とかゴミ箱じゃなくてもいいんです。これを足した目的は何かというと、これね水平とかあとは垂直のライン、このラインを足すために配置しました。このね後ろのグラフィティが男の子の荒々しさだとするならば、その荒々しさを比較するものがあって初めてこれは荒々しいものなんだと見ている人に伝わります。そのためには荒々しいと対をなす象徴として理路整然と配置された秩序の象徴が必要なんです。なので水平垂直のラインを強調できる自販機、そしてゴミ箱を追加したってわけなんです。さあでもね、それだけじゃ僕満足できません。なぜかこれね、肝心の荒々しさの象徴たるグラフィティが中途半端。どうせならもっと荒々しくやっちゃいましょう。こうです。はい、グラフィティちょっとちっちゃすぎです。この子のパッションはこんなもんじゃ収まりきらないはず。もっと過激に、もっとダイナミックに画面全体を覆い尽くす勢いで描き殴っちゃってください。でね、その中でやっぱりこの子のアイデンティティとしてこのペンが一番大きな位置を示そうですから、この中央のペンはひときわのぶとく存在感があるように修正してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じで、さらにペン先で書き出す溢れるパトスの象徴、吹き出すインクのしぶきもですね、もうねこんなにおとなしいわけないじゃないですか。今ねもうピチャンって感じですよ。思春期の情熱がこんなねピチャンなんてね、そんなわけないんですよ。もう抑えきれないんだよ、あんなもんは。もうブシャーブシャーって感じですよ。うわー、もう誰か止めてー、もう自分じゃ止められないんだよーって感じなんだよ。それを表現してくれよ頼むからということでごめんなさい。なんか僕感情移入しすぎてたまにねおかしくなっちゃうんですが、はい取り乱しました、ごめんなさい。そんな感じで調整していきましょう。やってみます。はい、ペン先から溢れ出すしぶき調整しました。もうねこのぐらいやっちゃって OK。 はい、そして今無理やり拡大とかね繰り返したのでちょっと隙間が空いちゃったところがありますね。さらに調整します。こうです。
はい、これとこれ、これとこれ、いかがでしょうか。男の子の溢れる情熱を表したダイナミックな背景グラフィティアート、そしてそのダイナミックさを強調するために配置した秩序の象徴の水平垂直ライン、この演出ができるとね、モカさんの持ち味をさらに引き出せると思います。まさに鬼に金棒。いや僕ね、もう今めちゃくちゃすごいモンスターを育ててしまっているかもしれません。正直同業者が震えてると思います。直樹もうやめろ、それ以上そいつに何も教えるなってね、はい、教えちゃいます。はい、ということでさらに続きいきましょう。次は人物なんですが、でもね、人物はね、そんなに言うことはありません。さっきから言っているように、人物はあえて何もさせていないことがこの絵の売りになっているからです。ただですね、じゃああえて言うなら、少しライティングを意識するともっと迫力というか特別な人物感が出せると思います。はい、まずこうしちゃいます。はい、まず全体を暗くしました。そうしたらこうします。はい、上から強烈なスポットライトを浴びているので、このスポットライトを人物の真上から当ててあげて、一部明るくさせてあげましょう。人物にはね、光を当てずにあえて全部逆光にするっていう演出もありえますが、そうするとですね、背景のグラフィティが持つ意味合いが大きくなりすぎます。これでもね、十分かっこいいんですけどね。でもこの場合にはグラフィティの物語じゃなく、あくまでこの男の子の物語なんだというバランス感にするには、やっぱりこの男の子の存在もある程度強調させてあげる必要があると思います。なのでスポットライトを当ててあげます。さあ、頭だけに光を当てたので少し不自然です。肩周りにも光を当ててあげて、さらに輪郭を強調してあげましょう。こんな風に。はい、このね、肩もそうですし、少しこう前の方にも光を当ててあげることで服のシワも表現できるので、モカさんが気にされていた質感表現も同時にできると思います。はい、そうです。質感はですね、光を描くことで表現できます。覚えておいてください。さらにここの質感もそうですね。はい、ヘッドホンにもこんな風に光を当てました。こんな感じでですね、ツルツルした質感を表現したい時には一部分に強いコントラストをつけてあげると、ほらヘッドホンのツルッとした質感が出ますよね。あとはこれは好みかなと思うんですが、あくまでもね、僕の好みでの調整です。やってみますね。目の調整です。はい、目線を画面に向けました。これもしかしたらモカさんはあえて画面から目線を外しているんだと思うんですよね。なんかこう透かしている感じとか、別にみたいな、なんかそういう感じを表現するためにこうしているっていうのは理屈としては正しいと思います。こうすることでね、さらに後ろのグラフィティアートのダイナミックさと対比することができるので。ただね、なんだろう、目そらすまでいっちゃうとちょっとね、僕的には違和感があったんですね。というのは、もうね、真夜中に街中に繰り出してまでわざわざ落書きする、これね、犯罪じゃないですか。犯罪を犯してまで自己表現せざるを得ないようなやつなんですよ。内心めちゃくちゃ怒りのような感情がもう渦巻いていると思うんですよね。そういった強い思いって
目線に出ちゃうものだと思うんですよね。なのでじっとこちらに問いかけるような、そういう雰囲気ぐらいはね、目線を外すことなく描いてあげた方が、この子の内面の怒りというか、そういう表現の根本みたいなものを表現できるのではないかと思いました。なので僕は目線をこちらに向けることにしました。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ちょっとね、画面が小さいので右側を非表示にしてもう一度比較します。はい、ビフォー、アフター、ビフォー、アフター、ビフォー、アフター。はい、こんな感じです。さらにね、背景のダイナミックさ、そして手前側の人物と自販機とゴミ箱あたりとを対比した静寂さ、さらにね強調されたのではないかと思います。いやー、今回は結構深い内容だったと思います。いかがだったでしょうか。今回の作品のポイントは、キャラクターの内面の表現をキャラクター自身ではなく背景に代弁させるという高度な表現手法になっていたことです。ただそのためにはもっと背景をダイナミックに過激に表現しつつ、さらにダイナミックさを強調するためにあえて平行垂直のライン、秩序を象徴するモチーフを追加しましょうということを解説しました。そして人物については、ポージングはね全然いいんですが、ライティングですね、背景とのバランスでもっと存在感を強調するためには、人物にもスポットライトを当ててあげると、背景の持つ意味合いと人物の特別感、その両方のバランスを取ることができると思いますので、考えながらこの辺はね調整してみてください。それと今回は背景についての添削が主でしたが、そんなこと言っても背景って難しいんだよ、描けないよっていう人も多いと思います。ですが諦めるのは早いです。そんな方はこの気まぐれ添削62を見ていただければ、初心者でも簡単に描ける背景の描き方も学んでいただけると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。